どうも皆さんこんにちは、原寛太です。第3次世界大戦。そんな物騒な言葉が SNS では多くつぶやかれています。中東でイスラエルとイランの衝突が再燃し、アメリカも軍事行動に加わったことが報じられました。2026年の年始にはアメリカがベネズエラに対して大規模な軍事作戦に踏み切るなど、連日のように報じられる戦争のニュースを見て、皆さんはこのように思いませんか？なぜ誰もこの戦争を止められないのか？世界の平和を守るはずの国連は一体何をしているのかと。国際連合、通称国連。多くの人が学校の授業やニュースで一度は耳にしたことがあるはずです。国連は第二次世界大戦という人類史上最大の悲劇を経験した後、世界が再び同じ過ちを繰り返さないようにとの決意から生まれました。戦争がもたらした未曾有の犠牲を教訓に、平和と国際協力を促進するため1945年に設立されたものです。現在193の国々が加盟しており、地球上で最も多くの国が参加する国際機関です。世界の平和と安全、人道支援や持続可能な開発といった課題に取り組み、国際社会における中心的な組織として機能しています。原寛太のチャンネルは国際協力を主なテーマにしており、特に学生の視聴者であれば将来的に国連で働きたいと思っている方もいるのではないでしょうか。その一方で、一般的に持たれている国連の理想的なイメージと国連の実態の間には大きな乖離があるのも事実です。国連の実態を扱った動画は過去にも何度かアップしてきましたが、冒頭でも触れた中東での激突や今年に入ってからのアメリカ軍によるベネズエラでの軍事作戦など、最近の世界情勢を見ていると、かつての解説だけでは追いつかないほど国連の限界が残酷なまでに露呈しています。なぜ今あえて過去の動画をアップデートするのか。それは国際法というルールを無視して力で現状を変更しようとする大国の動きが加速し、国連のシステムそのものがかつてない危機に瀕しているからです。そんな時だからこそ、改めて国連の正体と根本的な問題点を皆さんと一緒に再確認しなければならないと強く感じています。今回は過去に反響のあった9割の日本人が知らない国連の正体という動画をベースに、昨今の異常な国際情勢を踏まえて詳しく見ていきましょう。ぜひ最後までお付き合いください。大前提として理解するべきなのは、国連という組織は決して世界政府のような存在ではなく、あくまでも主権国家の組合のような存在に過ぎないということです。国連の中で戦争を止められるのかという話になると、中心になる機関は国連総会と安全保障理事会の2つです。193カ国が参加する国連総会は世界の世論を形にする場であり、ここで決まったことに対して加盟国に命令するような強制力はありません。一方の安全保障理事会、いわゆる安保理は世界の安全保障において強い決定を出せる場です。安保理が決議できれば、経済制裁などを加盟国に実行する義務として課すことができます。しかし国連が自らの手で国境を越えて犯人を逮捕しに行くような自前の独立した警察や軍隊を持っているわけではありません。加盟国から部隊を出してもらい、停戦監視などを行う平和維持活動、いわゆる PKO は存在しますが、これも国家を力でねじ伏せて戦争を強制的に終わらせるような世界の警察ではありません。これは日本という一つの国と国連を比べて考えてみると分かりやすいです。例えば日本の国内でA という不良グループと B という不良グループの間で争いが起きたとします。この場合、日本では警察が出動してその争いを取り締まったり、法律にのっとって裁きを下したりすることができます。なぜなら日本の警察や法律には日本国内においては強制力があるのと同時に、警察は不良グループよりも圧倒的に力を持っているからです。もし仮に国連が世界政府であるなら、世界全体を日本の国内と同じように見ることができます。つまりどこかの国同士で争いが起きたら、国連も警察や軍隊を出動させてその争いを取り締まったり、法律にのっとって裁きを下したりすることができるはずです。今の情勢に当てはめれば、イスラエルとイランが争い始めた時や、アメリカがベネズエラに軍事作戦を起こした時に、国連が独自の軍隊を出動させて直ちに攻撃をやめなさいと強制的に取り締まることができるということです。しかし現実にはそんなことはできません。なぜかというと、国連は世界政府ではなく、強制力を持って自ら直接手を下せる独立した警察や軍隊は存在しないからです。
あくまでも国連に加盟している国とその国民を代表するのは政府であり、国連はどの国の政府もどの国の国民も代表するものではありません。それに冷静に考えてみれば当たり前のことですが、アメリカのように世界最強の軍隊を持つ国を力ずくで取り締まることができるような組織など、この地球上のどこにも存在しないからです。これらの前提を理解した上で、そもそも国連は何のために存在するのか考えてみましょう。国連の設立根拠となっている国連憲章の第1章第1条にはこのような記述があります。国際の平和及び安全を維持すること。国連が存在する最大の目的を一言で表せば、世界の平和と安全を維持することです。1945年の設立以来、国連は世界中で起きた戦争を止めるために様々な取り組みを行ってきました。その一方で、今まさに激化している中東の情勢やアメリカによるベネズエラでの作戦などにおいて、国連は争いを止めるための十分な役割を果たせていないと世界中から批判されています。なぜ国連は無力なのか、その最大の原因を知るために国連が誕生した歴史を簡単に振り返っておきましょう。1945年に第二次世界大戦が終わり、アメリカやイギリス、フランス、現在のロシアにあたるソ連、中国などの連合国が勝利を収めました。この第二次世界大戦に勝利した国々であり、その後の国連の仕組み作りを主導した連合国は、もともと英語でユナイテッドネーションズと言いました。日本語では連合国と国連で呼び方が変わっていますが、英語ではどちらもユナイテッドネーションズと同じ呼び方です。国連の問題点の一つが、第二次世界大戦で勝利した連合国にとって有利な仕組みが作られていることです。その最たるものが国連安全保障理事会における拒否権です。先ほども触れたように、国連安保理は国際的な紛争の平和的解決に大きな役割を与えられています。この安保理は固定された常任理事国5カ国と国連の加盟国から選出される非常任理事国から構成されます。常任理事国はアメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスの5つです。つまりは第二次世界大戦に勝利した側の国々ですが、この5カ国だけが安全保障理事会の決定に対して一方的に拒否することができる拒否権を持っています。常任理事国のどこかが拒否権を使えば、その決議は通りません。国際的な紛争を平和的に解決することが国連安保理の役割なのに、一番肝心な最重要の局面で機能がストップしてしまう。これが安保理の最大の弱点です。例えば、ロシアはウクライナへの侵攻において自国や味方を守るために拒否権を何度も行使し、国際社会から強い批判を浴びてきました。一方で、アメリカもまた国連安保理で拒否権を繰り返し行使してきました。イスラエルを非難する決議案に対して何度も拒否権を行使し、イスラエルを一貫して擁護する立場をとっています。象徴的な事例が2025年6月のガザ停戦決議です。2025年6月4日、国連安全保障理事会においてパレスチナのガザ地区での無条件かつ恒久的な即時停戦を求める決議案の採決がありました。この時、安保理では15カ国中14カ国が賛成したにもかかわらず、アメリカの拒否権一つで否決されたんです。世界中のほとんどの国が賛成していても、たった1カ国の大国の都合で平和への動きが完全に止まってしまう。安保理が止まる瞬間というのはまさにこういうことです。現在の中東情勢を踏まえても、仮に国連安保理で決議を通そうとすれば、アメリカが拒否権を行使することが容易に予想されるため、国連としても身動きが取りづらいという絶望的な状況があります。実は今、安保理で拒否権が使われた場合、原則10日以内に国連総会が開かれ、拒否権を使った国がその理由を説明するように求められるという新しい仕組みが動いてはいます。しかし、総会という場で世界の世論を突きつけたとしても、行使された拒否権をひっくり返す権限自体は国連総会にはありません。議論の場は用意されるが、戦争を止める決定はできない。この埋まらないギャップこそが現在の国連の限界を象徴しています。さらに、今年に入って起きたアメリカによるベネズエラでの軍事作戦は、
は今の国連の限界をさらに象徴する出来事です。安保理の明確な承認がないまま踏み切ったことに対し、国際法上の懸念を指摘する声が強く出ています。過去の動画を作った時よりもさらに事態が深刻なのは、大国が国連という議論の場すら事実上スルーし、自国の利害で直接力を行使するフェーズに入ってきていることです。このベネズエラの件でも国連側は強い懸念を表明し、議論になっています。ただ、安保理でアメリカに不利な決議を通そうとしても、当事者であるアメリカ自身が拒否権を持っている以上、現実にはそこで全てが止まってしまうんです。大きな戦争になればなるほど、直接的にも間接的にも大国の利害が絡みやすい。だからこそ、その戦争を解決しようとしても、当事者や大国の都合に左右され、あっさりと拒否権を行使されて平和への道が遠のいてしまうんです。ここで思い出してほしいのが、ここ最近アップしたセーファーフランやサヘル地域に関する動画です。今、グローバルサウスの人々が欧米に反発している根底には、国連のシステムに象徴される欧米のダブルスタンダードへの強い怒りがあります。他国にはルールを押し付ける一方で、大国は都合が悪くなれば平気でルールを破る。グローバルサウスの人々はそんな偽善に愛想を尽かしています。一部の大国が特権を振りかざす現在の仕組み自体が世界の分断をさらに加速させていると言っても過言ではありません。この動画と合わせて最近アップした一連の動画も見ると、現在の国際情勢の動きがより深く理解できるはずです。このような国連の限界が露呈している絶望的な現実に対して改革の動きはあるのか。国連改革の動きについて最後に見ていきましょう。その前に一つだけお知らせを挟ませてください。私、原カンタは世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身がアフリカでの活動を始めた原点について書いた一冊です。興味ある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。一冊700円です。また、全国各地で講演会も行っています。国際協力や社会貢献をテーマに、原カンタの講演会の開催にご関心のある企業や教育機関の皆様、少しでも興味がございましたら、概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。近年、国連の存在意義が根底から問われる中、安保理を改革しようという声は世界中でかつてないほど高まっています。毎年のように国連総会では各国の首脳から国際的な正義を特権的な5カ国の意思に委ねるわけにはいかない。南米とアフリカの国が常任理事国に入っていないのは植民地時代と変わらず受け入れがたいと、常任理事国による拒否権の制限やアフリカや南米からの常任理事国入りを求める強烈な批判が相次いでいます。アメリカも近年アフリカからの常任理事国入りを支持する姿勢を示したことはあります。一方で、新たに常任理事国に拒否権までつけることには慎重です。少なくとも建前としては改革に前向きな姿勢を見せつつも、自らの特権を脅かすような根本的な改革には後ろ向きと言わざるを得ません。しかし、国連安全保障理事会の改革を実現するには数々の困難があります。常任理事国の拒否権は国際政治における非常に強力な手段であり、これを自ら手放す意向を示す国はありません。常任理事国の座をめぐる競争も激化しています。日本、ドイツ、インド、ブラジルといった国々は G4 諸国と呼ばれ常任理事国入りを目指していますが、例えばインドの常任理事国入りにはパキスタンが、ブラジルにはアルゼンチンやコロンビアが反対しており、地域的なライバル関係が改革の妨げになっています。皆さんのご想像の通り、日本の常任理事国入りには中国が強硬に反対しており、2025年11月には中国の国連大使が、日本は常任理事国入りを要求する資格は全くないと発言しています。常任理事国を増やすこと自体に反対する国も存在し、議論は簡単にはまとまりません。もっと言えば、国連憲章の改正には国連加盟国全体の3分の2以上の賛成に加えて、常任理事国5カ国すべての同意と批准が必要とされます。つまり、特権を手放したくない大国自身が賛成しない限り、ルールは変えられないんです。そのため、安保理改革は長年にわたり実質的な進展を見せていないのが現状です。もちろん、国連機関の中には
WFP、世界食糧計画や UNHCR、国連難民高等弁務官事務所のように政治の対立を超えて戦争で苦しんでいる人たちを助けるために活動している組織もあります。私自身も過去にアフリカで難民の支援現場に関わり、国連機関のスタッフが命がけで活動する姿をこの目で見てきました。しかし、アフリカの現場で支援活動をしてきた人間として無力感とジレンマを感じることも事実です。現場の人間がどれだけ汗を流して難民に食料を届け命を救うという対症療法を必死に行っても、ニューヨークの国連本部で特権を持った大国が自国の利益のために拒否権を一度発動するだけで国際社会がまとまって戦争を止めに行くという根治療法は一気にストップしてしまいます。大国のエゴによる拒否権が平和へのブレーキになり、現場の努力を嘲笑うかのように戦争が長引き、新たな難民が生み出されていく。これが私が支援の現場で痛感した不条理な現実です。だからといって国連なんて無意味だから解体してしまえと極論に走ったとしても何の解決にもなりません。フリーランスという独立した立場の人間だからこそ、国連の中にいる人々が声を上げにくいこの残酷な構造の欠陥を率直に指摘し、まずは皆さんに考えてもらうきっかけを作る必要があると信じてこの動画を作りました。この動画を見ている方の中には将来国際協力の道に進みたいと考えている若い方々もいるかと思います。そんな皆さんに一つお伝えしたいことがあります。それは既存の枠組みの限界を知り、その枠を超えて問題解決に挑む視点を持ってほしいということです。活動を続けているとどうにもならない壁にぶつかり、八方塞がりになることがあります。そんな時、決められたルールの内側で悩むのではなく、枠そのものを飛び越えるようなドラスティックな思考を持たなければ、この世界に山積する問題を解決することはできないと私は考えています。私自身がフリーランス国際協力士という新しい立場で活動しているのもそうした思いがあるからです。改めて昨今の情勢を見ていると、国際協力の輪をもっと広げていく必要性を痛感します。戦争に関する悲惨な報道ばかりを見ていると無力感に苛まれることもあるかもしれません。ですが、私がいつも言っているように、微力ではあっても無力ではありません。綺麗事に聞こえるかもしれませんが、私たち一人一人の行動が次世代の国際社会を変える力になると信じて、自分にできることに真摯に取り組むしかありません。私も頑張ります。だからこれからも私と一緒に歩み続けましょう。もしチャンネル登録がまだであれば、ぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いします。今回は過去の国連の基礎解説をベースに最新の国際情勢を踏まえてアップデートしてみましたが、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんの率直な感想をコメント欄で聞かせてください。そして今日の動画を見てもう一歩踏み込んで自分に何ができるのか考えてみたい、ハラカンタと一緒に世界を良くしていきたいと思ってくださった方は、ぜひ私が運営するオンラインサロンシナジーに参加してください。今年はこれまで以上に国際協力の輪を広げ、共に歩む仲間を増やしていきたいと強く思っています。シナジーに参加していただくことは、私ハラカンタの活動の直接的なサポートにもつながります。まずは1ヶ月、それくらいの気軽な気持ちでも構いません。概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。これからも大手のメディアでは知ることが難しい世界の今を伝えていきます。こういった動画を今後も見たいという方は見逃さないように、ぜひこれを機会にチャンネル登録お願いします。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。